神谷博史、小野大輔のリアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。さあ今夜の DGS なんですけれども、お待たせしました。神谷博史生誕祭2025をお届けしたいと思います。はい、まずはお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。めでてえなめでてえなと、はい、今年で50歳ですね。いそじですね、びっくりですね。天命を知る年ですよ。あ、そうですか。50にして天命を知るとね申しますからね。特別な誕生日生誕祭ということでですね、もうスタジオに入ってきました神谷さん、はいはい、もう実は生誕祭の方始まっております。そうですか。はい、何かスタジオに変化はありませんか？椅子が座りにくくてしょうがないんだわ。お気づき？普段の椅子と違うのね。普段の椅子と何が違います？なんかね、赤い布張りなんですよ。来ました。神谷さん、うん、今レッドチェアに座っております。そうみたいですね。僕の椅子だけ木でできた布張りの赤いチェアなんです。ちょっとベロアのね。そうそう、これにいつもの通りにリュックかけてジャケットかけたらそれやめてくださいって言われて、そうですよ、全力でどかされるっていう。さっきびっくりしましたよ、いつも通りね、で荷物かけてるから。相変わらずそうそう4カメなんです。はい、内田さんが手持ちで1台持って GoPro2 つでね、で定点に1個あるわけですよ。ありますあります。で僕が座ったらあれ椅子が見えないなって言い始めて何を撮りてんだよおめえは。いや神谷さん、何だからね、その椅子重要なの。重要なのこれ。レッドチェア、これ実はね YouTube の方でですね、このレッドチェアがキーになっている番組があるんです。それになぞらえた赤い椅子が用意されているそう。ではもうね早速発表したいと思います。今回お届けする神谷博史生誕祭の内容こちらです。50歳を迎えた神谷博史に50の質問。というわけで50歳という節目でございますね。神谷博史が今現在何を考えているのか、頭の中を覗いてみたい。どんな人物なんだろう、これを50の質問で紐解いていくという、なんとびっくり過去一まともな企画でございます。へえ。そうだからそういう質問をしていく番組が YouTube にありまして、そちらのレッドチェアというやつがそうなの使われてるわけですよ。これノコギリで切ったりしないの？しないよ。レンタルなんだ。そうだよ、やめろ。実費だぞ。また金払うことになるぞ、自分の生誕祭に。気をつけてね、傷つけないでね。はい、ではこの企画、僕もそんなに茶化したりボケたりしませんからね、もう至って真面目にいきます。まあ神谷さん台本も渡してますから。そうね、はい、質問は書いてませんけども2週分渡されてるんで。そうなんです。この企画で2週行くつもりですか？行きます。はは、安心して大船に乗ったつもりで身を任せてください。僕はでも今回ストップウォッチも押してませんから大丈夫。にタイムキープを任してる。神谷さんついにこれが十何年来で、そうだね、このストップウォッチが役に立ちます。巻き50問ありますのでね、はい、早速いきたいと思います。今週と来週2週分裏談話室も使って50問答えていただきますよと。そうだから大丈夫多分ね。はい、早速50歳を迎えた神谷博史に50の質問いってみよう。第1問、自分の性格を一言で表現すると？ひねくれ者じゃないですか。おー、確かに。素直ではあるんですけどね。あまりにも素直すぎてみんなのことをすぐ信用しちゃうんで、そうなんだ。騙されやすいんだと思うんですよね。騙されやすいけど避けるためになんか理屈っぽくひねくれたことを言っているみたいなとこありますよね、自己防衛のために。なるほど、正直者なのかねじ曲がっているのかよくわからない。わかんないですね。でもそういうところが神谷さんの魅力。こんな感じであと49問やっていきます。こんな感じでいくの？そう。これ面白いのかな？面白いと思うよ、改めて。そうだよね。なんでだよ。今更面白いかとかわかんないですよ、こんなこと。なんで今ちょっと面白くなってきてるよ。そうですか。楽しみだね。みんなも楽しみにねして待っててね。はい、というわけでいつものやつ神谷さんお願いしますよ。ということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第929話、小野大輔の性格を一言で表現すると？わかんないっすよ。興味ないんでわかんない。わかんないか。わかんないっていう答えか。わかんないっていうか興味ないんでわかんないです。興味ないんでわかんない。いいでしょう。この番組はアニメロミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔の
ディアガールストーリーズ。改めまして神谷博です。小野大輔です。はい、さっきタイトルもね一問になってますから。はい、というわけで時間もないので、どんどんいきます。50歳を迎えた神谷博に50の質問。続けてはこちら。自分の転機となった作品を一つ挙げるとしたら、なんでしょうね。さよなら絶望先生か、機動戦士ガンダム00か、ちょっと遡ってハチクロか。ハチクロもあるね。確かにこの3つのどれかでしょうね。3つのどれ、1つどれかですよ。じゃあどれか。じゃあでもハチクロはなんでなんですかね。初めてこう自分でやりたいって思った作品に受かったというか、あんまりこう自分が評価されにくかった役作りみたいなので、ようやく評価してもらえたというか、受かった作品だったんで、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。転機だね。確かにその役者としてのね。さよなら絶望先生はね、今でもお付き合いになるシャフトさんとのお仕事、最初は違うんですけど、最初はつくよみって作品だったんですけど、その後なんかこうなんていうんですかね、ある程度こうシャフトっていうものが世の中にこう浸透した作品でもあったんで、そのひな形を作っていく過程において、なんかすごい面白いアニメーションを作る会社なんだなっていうのが、僕もなんとなくこう理解してきたし、世の中も理解した作品の主役だったんで、絶望先生でそれが確固たるものになる、なんとなくね。で物語につながってる感じですか。そういうのもあるからね。すごいね。確かに転機だこれも。でもう一つ、機動戦士ガンダム00はね、やっぱりガンダム乗ると人生が変わるっていう風に言われてるんで、確かにそうね。だからそういった意味ではやっぱり結構大きかったですね。長かったしね。そう半年やって半年休んで半年やって、で劇場版もあったりとかして、そうでそれやってたおかげでっていうか、それやってたせいでキラミューンっていうものにも関わったりとかしてるんで、あの流れなんだ。そういった意味では結構僕の転機になった作品かもしれませんね。00出てなかったら歌の活動多分してなかったから。そうなの？してなかったと思うよ。転機がじゃあ、でも作品によって人生が変わってってるね。そりゃそうだよ。僕らもう作品ありきですから、声優なんてね。本当だね。いやこれはいい話聞けましたよ。じゃあ続いていくね。はい。仕事で地味にストレスを感じることは？地味にストレスを感じること、よくわかんないことをやらされることだよね。よくわかんねえなと思いながらやってる。例えばこれがストレスだったっていう。いやいっぱいありますけど、このセリフはどういう意味ですかって聞いて、特にこうなんか納得のいく答えが返ってこないとか。そうね、そういうこともあるわな。一番びっくりしたのは、なんで僕の役は2年生なのに3年生に対してすごくきつい当たり方をするんですか？何かこの3年生と何か因縁があるんですか？聞きたいわなっていう質問をしたら、そういう性格だからですって言われて、性格がなんでじゃあそういう性格になったんですかっていうふうに聞いても特に答えは返ってきませんでした。これはね割とあります。そうだね。そういう人なのでって言われて、はあみたいな。自信があるからかなとかもやっぱ自分でいろいろ考えなきゃいけないんですけども、そういう時はそうだね。役者は自分で構築したりもするんだよね。考えなきゃいけないじゃん。本当はでもあるはずだから。知っといてやりたいんだよね。あってほしいけどないことがある。それストレス。意外とストレスですね。そこまでキャラクターの人生背負えないよって思っちゃうから。まあね。それは自分で創作したことになっちゃうから。それこそそうだよな。こっちが決めていいのって思っちゃうけど。そうなんだよね。もしかしたらそうなのかもしれないね。わかんないけれども。いいですよって。決めてもっていう。それがストレス。なんか自分でなんか背負わなきゃいけない部分が大きければ多いほどやっぱストレスにはなりますよ。あくまで僕は声だけやってるつもりなんで。なるほどね。真面目だなやっぱな。次、インスタを始めたとしてですよ。最初に何の写真を載せる？始めたとしてね。始めたとして。始めました。やんねえからわかんねえ。いやもう青鬼がもう始めちゃいました勝手に。神谷博史博史インスタを始めました。もうダッセーアカウントで始めました。ホットレモン。目の前にある飲み物ね。もうホットレモンあげます。じゃあ、はい。それはなんかほらでもインスタもさ写真だけじゃなくてさ、一言とか添えるじゃん。なんだろう、僕ね甘い飲み物飲まないんですよ。
いつも。ただ年末から年始にかけてはホットレモンなぜか飲んでて、なんでですか？やっぱりもうほらみんな体調崩してるじゃないですか。そうなんだよね。そうなんですよ。だからやっぱビタミン C を欲するわけですよ。おー体調管理の一環としてビタミン C 入りの若干こう温かい甘い飲み物を欲してるんだなと思って、体が。ちょっとでもインスタだとそれ長いんで、あそうビタミン C NOW でいいですか？ビタミン C Now は違くない？それツイッターでしょ？旧ツイッターでしょ？現 X でしょそれ。ビタミン C 大事ってことですか？顔文字と。そういうやつ。うわ超うぜ。超うぜ。ちょっと恩着せがましいよね、なんかね。絶対やらねいや面白いねこれ。聞いてみるもんだね。じゃあ次ね。夜中に何回起きる？3、4回起きますよ。本当にね、もう頻尿なんでね、最悪ですよ。もうこれもう結構起20きる代、ね。 20代前半っていうかこの仕事始めた頃からもうずっとそうなんで、いやもうストレスです。だからそう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 。 20代から20代前半からもうずっとです僕頻尿ですから。大丈夫ですかそれ？大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないの？全然だからもう20代前半の頃は全く寝らんなかったもん。もうトイレが近すぎて。いやだから何か壊れちゃったんだと思う僕は。自律神経とか、そうそうそう多分そういう系で壊れたんだと思うんですけれど、もう付き合っていくしかしょうがないから。もうそう、は今もうじゃあまあそんな感い。じ。そうね。だから向いてないんだよこの仕事。この仕事向いてないの。声優の仕事をやってるから多分そうなってるんだって、いろんなストレスで。さっきのストレスもあるしね。まあそうね。でもやっぱり20代前半の頃は仕事っていうものに対して全く僕ほら答えることができなかったから、あまりにも下手くそでさ、そっか。そう求められてることに対して何にもできなかったから、なんで自分はこんなにできないんだろうっていう多分ストレスでもうおかしくなっちゃったんじゃないかな。夜中に何回も起きちゃう。そう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 。ストレスも溜まっちゃう。まあね。頻尿NOWってね、インスタに、そうなんですよ。はい次。映画館でどの辺の席に座る？後ろの方ですね。後ろの方の真ん中あたりですね。後ろの真ん中。はいはい。後ろの真ん中、なぜですか？なんとなく俯瞰で見れるかな。まあ真ん中あたりが本当は一番いいんでしょうけど、なんとなく後ろの方は好きですね。後ろの方なんだ。神谷さんに質問なんですけど、僕のを言うと僕端っこ座るんですよ。一番出入り口近いところ。なんでかっていうとね、頻尿だからです。同じじゃん。そうなの。2時間以上あると絶対1回行きたくなるからっつってわかるでしょ？神谷さん大丈夫ですか？それは映画の時は覚悟していくんで。覚悟？はい。その代わり、いや違う、その代わり始まる前にお手洗いにめちゃくちゃ行きます。もうギリギリまで。予告中もそう一回行ったりとかってる感じですね。なるほどね。いいねいいね。でもいろいろ聞けましたよ。さあというわけでね、亀井さん、質問は一旦ここまでなんですよ。いつものやつお願いします。はい、続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメのミックスでは2025年1月放送開始のアニメ主題歌を続々配信中。ぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメので検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は構成スワと内田社長のブロマガも配信。さあここで神さん質問です。この後いうおなじみのセリフは何？チャンネル登録よろしくね。正解。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。さあ、今夜の DGS は神谷博史生誕祭2025。50歳を迎えた神谷博史に50の質問をお届け中です。続いての質問です。3月21日発売のガソミブルーレイの大米の裏話を一つ言うとしたら？はい。裏話も何もないじゃんあれ。大米が裏話だからね。全部喋っちゃってるから裏話の裏話。裏話の裏話？なんですかね。もうちゃんこも八木橋も協調性がなくて来ないっていうね。来たり来なかったり、5、6人の正体はあいつらですから。あと構成スワっていうかね。なんていうの、ド S 様もね、コロナになって来れなくなっちゃって、本当だよ。オンラインで参加っていうね。ワンチェンが持ってるディオみたいになってたもんね。そこいんのっていうバストアップで。
遠隔で言いましたからね、うん確かにこれ裏話だわ、まあ裏話も何もそれも含めて喋ってるもんね。だから特にないんですよ裏話とか。ないよね、ええいや本当何回も言うけど裏話なんだから大米がはい。それを聞けよって話ですよ。はい、必聴。さあ続いて、うん次の質問です。DGS キャンプ大阪で楽しみにしているご飯は？大阪で行くよね確かに。美濃和だっけ？何ですかね。うん。いや特にないですね。ないの？いやみんなで一緒に食べられたら美味しいんじゃないですか。いいこと言うじゃない。え何いいこと言ってんだよ。え。いや質ほら問質問に。コロナの時はさ、よくわかんないけど冷たい弁当渡されてこれを食えっつってさホテルに閉じ込められてさ、それをしつこく言ってるよね。ええやっぱそれはね悲しいですよ。だって厚生さんもねなんかほらお腹壊してさ寿司食えなかったのにさ、ね寿司渡されてこれを食えっつってさ部屋に閉じ込められたじゃん。食い物のあんな思いはもうごめんですよ。よねやっぱりね。だから確かにでも、うんお弁当だとねちょっと寂しいからみんなで食べれたらいいわ、いいね。何でもいいんじゃないですか。粉もんとかいいよね。いや全然粉もんでも何でもいいですよ。全然取り木でもいいですよ取り木でも。何でもいいですよ。全部美味しいけどね、全部安く済まそうとしてる美味しいですよね。はい、何でもいいよとみんなで食べれれば。さあ続いて大切だと思うインプットは？何でもじゃないですか。インプット。特にこれっていうのはないですよ。そう。広く浅くいろんなことを知っといた方がいいなとは思ってますよ。最近したインプットありますか？最近したインプット。これためになったな。意外とこれ。なんかねその仕事を続ける上でやっていかなきゃいけないことっていっぱいあるじゃないですか。大体もう全部が仕事につながって考えてしまうのはよくないんですけど、でもつながっちゃうんだよね。そうなんです。でほらゴルフを強制的に始めさせられたじゃない。そういうそうか、まあそうだな。そうまあな諏訪さんのでなんかねゴルフとね発声ってめちゃくちゃ似てんなと思って、声を使うことと。そうなの。だから話聞いてて1本のクラブに対してだいたい2000球ぐらい打てみたいなことさ言うわけよ。でほら十何本あるわけじゃん。でそれでようやくなんかこうコースに出られるみたいな。そう考えると相当な数打たなきゃいけないし、相当ほら本数あるからさめちゃくちゃな球打たなきゃいけないじゃない。で我々の仕事もなんかこう発声を安定させるためにさ、この現場はこういう風にラジオだったらこういう喋り方、ボイスオーバーだったらこうナレーションだったらこうで役に対してとかさ、そういうのでもいろいろやっぱりそのゴルフクラブを変えるように、2000発打つぐらいな勢いでそれをちゃんと体になじませていくことが多分大切なんだろうなと思って。わお。そういうそうゴルフは割とそのでほらね結構発声喋ることとさ競技なんていうのスポーツってすごく似てて、でスポーツの中でもいろんなスポーツあるけど若い人の方が有利じゃない。どう考えたって。そうでもゴルフだけが唯一年取っても若者と対等に戦えるというか。そうなんだったらこっちが有利だったりするからな。戦い方が変わってくるんで、若い時やっぱり力がめちゃくちゃあるから飛ばせるかもしれないけど、そっからのやっぱりこう精密さみたいなものはやっぱりね経験がもの言ったりするんで、そういった点でやっぱり結構似てるところがあって面白いなと思いながらスイングをしています。いや何からでも吸収するなこの人は。すごいね。さあじゃあ続いていきますよ。生まれ変わるならどのゲームハード機になりたい？どのゲームハード機？そうファミコンじゃない？おおまさかの、初代ファミコン？初代ファミコンじゃない。でも丸ボタンがいいな。四角じゃなくてね。四角ボタンじゃなくて四角はへこんじゃうからね。確かにふにゃふにゃで。その心は？いやだってずっと残るじゃん。ずっと残る。確かに。ファミコンは多分一生残っていくでしょう。エポックなやっぱハードですから。名称も含めてね、スーファミとかも出たけどファミコンってずっと言うもんね。ゲームのことファミコンっていうもんね。まあもはやねそういう認識の人もいるでしょうから。声優って言えば神谷博史。そんな感じだからなんかいいじゃないですか。ファミコンだったらいいなみたいな。ディスクシステムもくっつくしね。あと壊れにくいし。壊れにくいし。確かにな。ファミコンは。これはいやすごく深いなんかお答えでしたよ。次、一番古い記憶は何？なんだろう全然わかんないです。一番古い記憶もはや何がそれがさちゃんと記憶なのか、それともなんか写真で見たものをその時の記憶だと勘違いしてんのかわかんないけど、
でも昔住んでたアパート暮らしだった頃、だから本当にまだ北松戸に住んでる頃の、そうなんだ。なんかもうアパートの2階だった気がするけど、そこに住んでたなみたいなことは若干覚えてる。だから3歳までの記憶だよね。へえ。3歳ぐらいで引っ越しちゃってるんで。なるほどね。ただそれも写真で見たから覚えてんのかもしんない。もう分かんない、この辺は。どっちかは、今はもうちょっとあやふやだけれど。さすがに。初恋の記憶は？初恋の記憶増やさないでよか。勝手に増やしちゃった。ごめんこれ増やしちゃダメだ。いいけど帳尻が悪い。ごめん聞きたくなっちゃった。ごめんじゃあそれはまあな、また今度聞くか。後でな、今度聞くよ。興味ないだろ。興味ある。そっちの方が興味あるよ。それ聞いて。じゃあ14問目変えてそれしと分かった。14問目ね、なんかよく分かんないそうだから。はい、14問目、一番、古い初恋の記憶は？だからあんま覚えてねえな。でも幼稚園ぐらいじゃねえの？幼稚園か。多分早い、早熟ですね。同じクラス多分ね。でもほぼさんって可能性もあるもんな。いや、それは違う。ではないか。多分。どこまで行きました？どこまで？小鳩幼稚園。小鳩幼稚園まで行ったんじゃない？そうか、みんなでも幼稚園とかなんだぐらいじゃないかな。僕もそうだった気がする。ね、そうですか。そのことはどうなったんですか、その後？小鳩幼稚園に通っていました。一緒に通ったんだね。もう名前も覚えてませんけれど。そうですか。なんだろうな。なんで俺も聞いたんだろうな。甘酸っぱい記憶でした。はい。じゃあ行くよ。はい。15問目です、これは。迷った時は何を指針に物事を決めている？迷った時はなんかしんどそうだなと思う方に行きます。大変な方を選ぶ？楽な方には行かないかもしれないな。なんで？楽な方がいいじゃん。もちろんそうなんだけど、楽すると人間本当にダメな感じになっちゃうからね。もうずっと楽して生きてきた気がするから。まあほら前も言ったけど、何の努力もしないでここまで来ちゃったから、今死ぬほど後悔してるからさ、それをさ。じゃあこの指針、何？大変な方を選ぶ？大変な方きつい方を選ぶっていうのは最近ってことですか？そうだね。今でも多分ずっと楽な方を選んできて、何の努力もしないでこの年齢まで来てしまって、なんか良くないなっていうふうに思って。なるほど。それまではじゃあ楽な方を選んでたかもしれない。じゃないかな、多分ね。無意識にね。じゃあ今はそうだ、何の努力もしないまま今の自分になってるから、苦労もした覚えないし、だから今すごい苦労してるよ。今なお苦労してる？苦労してるよ、すんげえ。なるほどな。でもそれでもそっちの道をあえて選ぶといいんじゃないかなと。今まで楽な方を選んできたからね。なるほどね。まあでもこのラジオぐらいはね、楽に言ってほしいですけどね。まあそうね。そうそんな感じでございますよ。さあ、ちょっと待って。はい。この時間の質問以上となります。やば、時間足りね。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信しますよとバンバンジーさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。仕込んでこうぜっていうね、裏談は質より抜粋だそうです。まあいろんなことを仕込んでいかなきゃいけないだろうっていうのを、なるほどね。ごめんなさい。構成スワの今年の意気込みであるところのっていうのを仕込むね。仕込むねっていうなんかちょっとなんか聞こえ方としてはなんかグレーゾーンでしたけど、意気込みです。それもこの番組の意気込みです。なるほどね。気合入れますね。はい、引き続きこのディアボイスであなたからのリクエスト待ってますよ。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。というわけで神谷博史センター祭2025、50歳を迎えた神谷博史に50の質問。現在
50問中15問まで行きましたと。これいいペースなんですか？まあまあいいペースです。そうですか。まあこれ来週も続くんですけども、まあとはいえですよ、この30分番組で15問ですから、時間がやっぱちょっと足りない気がするので、裏談話室で25問目までは行きたい。わかりましたね、というわけで、はいまあね、この続きはぜひ裏談話室でもお楽しみください。はということでございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの先はこちら、郵便番号 105-8000 に文化放送神谷博史小野大輔のディアガールストーリーズそれぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるのでぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けますよ。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということでここまでのストーリーテラーは神谷博史と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第930話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。Rainy days